こんにちは。今日は通訳ガイドの私と江戸の粋とパリの香りが漂う街、神楽坂を歩きます。水辺のカフェでリゾート気分を味わったら、かつての文豪や芸者たちが愛した石畳の裏路地へ寄り道しながら、それでは行ってみましょう。神楽坂歩きのスタートは、ここ飯田橋駅から。まず訪れたのは、お堀沿いに佇むカナルカフェ。早速中に入ってみましょう。まずはセルフスタイルのデッキサイドで注文を。ソフトドリンクやアルコール、ピザやおつまみもあります。注文を済ませたら右手に広がるテラス席へ。一気に視界が開け、目の前には都心と思えないほど穏やかな水辺の風景が広がります。このカフェはよく来るけど席がたくさんあるので混んでいて座れないことは一度もないです。料金も観光地値段ではないので気軽に利用できるのもいいですね。いつもゆったり過ごせるから気に入っています。すぐ目の前を走り抜ける中央線と総武線。水辺の静寂をかき消す電車の音も、ここでは心地よいリズムに感じられます。神楽坂ならではの贅沢な時間です。この美しい水辺は、かつての江戸城を守っていた外堀の一部です。江戸時代、城の防衛と物資の運搬のために整備されました。やがて神田川に合流し、最後は東京湾へとつながっています。歴史の面影を今に伝える都会のオアシスですね。カナルカフェでは貸しボートも利用できます。楽しそうにオールを漕ぐ親子を眺めていると、こちらまで穏やかな気持ちになります。ほっこりしますね。そろそろお店を出て次の目的地に向かいましょう。神楽坂通りを少し登って橋の上からの眺めです。手前には駅、奥にさっきのカナルカフェが見えますね。水辺の反対側から見るとこんな感じ。それでは神楽坂通りを下って次の目的地に向かいましょう。次は楽しみにしていた和菓子屋さんに行きたいと思います。ここからは上り坂です。メイン通りのこの通りはたくさんのお店でひしめき合っています。ラーメン屋さんのオブジェが目を引きますね。そのラーメン屋さんのお隣、やってきたのは昭和10年創業の梅花亭。伝統を大切にしながら遊び心あふれる和菓子を作り続けている名店です。名物の鮎の天ぷらもなかは初代の発案だそうです。
季節感たっぷりのお菓子を前に、どれにしようか目移りしてしまいます。これに決めました。神楽坂ふくねこもなかです。中には白あんと粒あんが入っています。路地裏に入る前に、神楽坂のシンボル、毘沙門天善国寺へ。江戸時代から神楽坂の毘沙門様として親しまれてきたこの町の守り神です。赤い門をくぐると表通りの賑やかさが嘘のようなすがすがしい空気が流れています。少しだけ手を合わせていきましょう。賑やかな表通りからふと横道へ、ガレットの名店ル・ブルターニュが佇むこの道は神楽坂の奥深い迷宮への入り口です。ル・ブルターニュの角を曲がれば、ここからは表通りの喧騒が消え、情緒あふれる石畳が続きます。この細い階段を降りると、神楽坂で最も美しいと言われる兵庫横丁への入り口です。石畳の路地に入る鮮やかな緑色の塀。ここは神楽坂の粋を今に伝える料亭、雪本です。華美な装飾をそぎ落としたすがすがしくモダンな店構えが品格を漂わせています。今も座敷からは三味線の音が響き、美しい舞や伝統が息づく現役の料亭です。こちらは雪本のお向かい、ひときわ黒板塀が印象的な神楽坂おいしんぼ。神楽坂旧料亭をそのまま残した懐石料理店です。かつては芸者衆の置屋だったようです。この後は情緒あふれる兵庫横丁を抜けて、一度賑やかな本田横丁を通ります。飲食店が軒を連ねる活気を通り過ぎ、再び細い路地へと足を踏み入れれば、ここは芸者新道。かつてお座敷へと急ぐ芸者衆が近道として使ったことからその名がつきました。今は美食家たちが通い詰める名店がぎっしりと並ぶ神楽坂屈指のグルメ通りです。道の両側には古い建物をリノベーションしたイタリアンやフレンチ、そして伝統の割烹など和洋問わず美味しいレストランがひっそりと、でも誇らしげに軒を連ねています。今も座敷からは三味線の音が響き、美しい舞や伝統が息づく現役の料亭。そんな歴史のすぐ隣で新しい食の文化が花開いているのがこの道の面白さです。賑やかなメインストリートに戻ってきました。この坂の上の交差点を渡れば、神楽坂歩きもいよいよクライマックス。ここからは少し趣を変えて、地元の人たちが愛する静かな裏道を通ってあの神社を目指しましょう。大通りの喧騒が嘘のように消え、穏やかな住宅の風景が広がります。神楽坂の魅力は、こうした一本隣の道に入るだけで、街が全く違う表情を見せてくれるところにあります。裏道を抜けた先に現れるのが赤城神社。伝統とモダンが融合した神楽坂のランドマークです。鳥居をくぐり一歩中へ入れば、そこは都会の真ん中とは思えないほどのみずみずしい緑に包まれた聖域。一歩ずつ階段を上がるたびに心が洗われ、街の音が遠のいていくのを感じます。右手には赤城カフェ。そのお隣の社務所では、
お守りやうさぎの形をしたおみくじが売っていました。たくさん並んでいるとかわいい。ここはフォトスポットですかね。まず目に飛び込んでくるのは、神社とシームレスにつながるモダンな集合住宅。そしてその隣に凛と佇むのが隈研吾氏デザインの拝殿。ガラスを大胆に取り入れたモダンな外観と伝統的な木造建築が見事に融合しています。太陽の光を美しく反射するその姿は、日本一おしゃれな神社とも称され、伝統と革新が共存する神楽坂の街を象徴しています。静寂を後に再び街の活気の中へ。メイン通りに戻れば、華やかな花街の歴史と飾らない日常が隣り合わせにある街。威勢よく声が響く八百屋さんや香ばしい香りが漂うお茶屋さんなど、そこには今も変わらない庶民の暮らしが息づいています。いかがでしたか？華やかな歴史と温かな日常が溶け合う神楽坂。旅行の参考にしてくれたら嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。